ベルベル人の駒澤です、本日もオンラインストアに掲載される商品をご紹介いたします。お問い合わせとご購入はベルベル人のウェブストアにお願いいたします。これから紹介する商品は11月の14日夜21時に掲載される商品です。詳しくは下の概要欄の方に書いておきますのでご確認ください。本日ちょっと T シャツかなり多めで、紹介していきたいかなと思います。まずはじめ無地 T ですね。80年代のヘインズ5050のラージサイズ。タグ触った感じもデッドストックで間違いないですね。白の無地80年代でシングルで縫われていますね。ラージサイズでチーミだったり、デッドストック特有の保管時の汚れだったりも全然ないですね。ラージサイズで自分がゆったり着用できるサイズ感です。お値段の方がですね、こちら6800円と消費税です。続いてチャンピオンの無地 T ですね。90年代青タグサイズ XL ですね。こちら普通のポケット T シャツかと思うんですけれども、胸のスクリプトロゴの刺繍、このポケットの上に入るの結構いいかなと思います。ボディの色味ダートマスグリーンですね。でこちら、普通にクルーネックの、袖と裾はダブルで縫われております。90年代の後半くらいなんですかね。サイズ XL で自分がダボっと着用できそうです。身幅もしっかりありますね。お値段の方がこちらも6800円と消費税です。続きましてフットボール T シャツですね。ニューヨークジャイアンツ80年代のサイズがラージですね。こちら 50% コットンでナイロンがもう半分入るパターンです。でブルーボディでかなりいい雰囲気のひび割れプリントでニューヨークジャイアンツですね。サンフランシスコジャイアンツではなくてこちらフットボールのチームですね。ニューヨークの方です。バックはこういう感じで無地になっております。で袖にラインとかじゃなくてこういう感じで、これもいいひび割れプリントですね。やっぱりチームもの、こういういい地名のチームってなかなか出てきませんし、向こうとかでも結構人気なところだと思います。サイズラージで僕全然ゆったり着用できるサイズ感ですね。お値段の方がこちら9800円と消費税です。続きまして80年代頃の T シャツサイズ表記 XL の5050ボディですね。こちら POWMIA、戦時中の捕虜戦闘中行方不明の、兵士たちを忘れないようにするっていうような活動の、T シャツですね。こちら Want Forget、後ろにも大きくプリントが入りますね。で嬉しいポケット付きの仕様です。で黒ボディですね。サイズ XL で自分ゆったりめに着用できるかなと思います。80年代頃のボディですがそこまで小さすぎないかなと思います。お値段の方が6800円と消費税です。続きましてこちらの T シャツですね。デニス・ロットマンです。タグがこちらサイズいいですね。 XL です。 100% コットンです。フロントはワンポイントでデニス・ロットマンでバックに入りますね。大きくいいプリントが入るかなと思います。コピーライトもしっかり載ってて1996年ですね。スラムダンクに出てくる桜木花道のモデルになった、バスケ選手かなり人気高いかなと思います。シングルステッチ、袖はシングルステッチに縫われてますね。自分ダボっとゆったり着用できるサイズ感です。もうとにかくバックプリント、かっこいいと思います。お値段の方が25800円と消費税です。で続きまして桜木花道ですね。アンビルの2枚タグでサイズ表記がラージです。これもいいプリントですね。もう大判のプリントで白ボディでもうインパクトある桜木花道の、顔のプリントがされております。でこちらバックに、ちょこんとプリントが入りますね。アンビル2枚タグのサイズラージでチーム全然出てないボディだと思います。自分全然ゆったり着用できますね。ミディアムサイズとかも出てくるかなと思うんですけれども、このラージアップ、いいかなと思います。ダボっと着てあげてください。スラムダンク今度映画もやりますので、これ着て映画館行けばいいかなと思います。お値段が25800円と消費税です。続きまして、スポンジボブの T シャツですね。フルーツの2枚タグサイズが XL ですね。ネイビーボディで、フロントにスポンジボブのプリント入ってます。僕ちっちゃい頃すっごい、見てた記憶があります。バックにもプリントが入りますね。スポンジボブ結構なんかネイビーボディが多く出てくる気がします。プリントも、色合いポップな感じで可愛らしいですね。女性なんかが着ても可愛いと思います。今くらいの時期、オンブレシャツの下なんかにこういう、可愛らしいキャラものの T シャツとか挟んであげても
いい感じに中和されてファッション面白いかなと思います。お値段9800円と消費税です。続きまして怪獣たちのいるところですね。ヘインズのビーフィー、サイズ表記が XL、タグは完璧かなと思います。袖と裾は、ダブルの縫製になってて、フロントにこういう感じでいいグラフィックで怪獣たちのいるところですね。お好きな方こちらも多いかなと思います。バックプリントは無地ですね。僕は、スポンジボブとかそういうのが好きだったんですけど、ちっちゃい頃こういう絵本を読んで育った方ってかなり多いと思います。で今 T シャツとして着てみるってなるとそれもそれで、グラフィックも綺麗ですし白ボディと相性がいいかなと思います。コンディション肩のところに若干サビ汚れありますね。今くらいの季節、こちらもフルジップパーカーだったり、シャツの下に挟んであげればこの肩目立たないと思いますのでおすすめのコーディネートです。お値段の方がこちら15,800円と消費税です。続きましてキーセリングのロン T ですね。アンビルの80年代、サイズ表記がラージ 100% コットンで、キーセリングの黒ボディのロン T です。でその部分をこの一周してるパターンですね。色使い派手じゃないので、かなり着やすいかなと思います。モノクロのデザインです。サイズラージで自分がゆったり着用できるいいサイズ感ですね。お値段の方が、こちら25,800円と消費税です。続きましてムービー T シャツをご紹介いたします。こちらタグがスタンリーですね。サイズ表記が XL の黒ボディでフォレストガンプですね。こちらいい色使いといいプリントの配置かなと思います。映画としてもかなり人気なところですね。 T シャツとしても人気だと思います。トム・ハンクスですね。でこちらサイズ XL で身幅はしっかりあるボディですね。自分だいぶゆったり肩を落として着用できるかなと思います。お値段の方が25,800円と消費税です。で、続きましてブラウンバニーですね。こちら、サイズ表記が、ちょっと見当たらないですね。すいません、下にミディアム筆記体で書いてありましたね。白ボディでフロントがフォトになってて、バックがブラウンバニーですね。年代全然古くないボディなんですけれども、ヴィンセント・ギャロ監督の、T シャツってなると球数全然出てこないかなと思います。サイズミディアム表記なんですが実寸でラージくらいありそうですね。僕全然ゆったり着用できそうなサイズ感です。こちら年代若い中だったら結構スペシャルな部類かなと思います。お値段が39,800円と消費税です。続きまして音物の T シャツご紹介いたします。まずはじめにサイズ表記ラージのハウスオブペインですね。白ボディでこちらのグラフィックしっかりバックも、入りますね。インパクトあるいい面だと思います。ハウスオブペインのサイズラージですね。袖裾シングルで自分ゆったり着用できるかなと思います。お値段の方がこちら29,800円と消費税です。続きましてピンク・フロイドですね。ブロッカムボディのサイズが XL です。黒ボディで、こちら Wish You Wear Here なんですけれども裾の方が、カットオフされてますね。ただブロッカムボディで着丈これ結構、ちゃんとあるボディなので長さ自体はそこまで切ってないんじゃないかなと思います。XL 表記で自分、裾切ってても結構ゆったりめに着用できますね。バックプリントのグラフィックもめちゃめちゃ綺麗です。このカットオフしてるくらいのこのボディのフェード感、墨黒感と合わせて、これ結構雰囲気いいと思います。お値段の方が29,800円と消費税です。続きまして9インチネイルズのクローサーですね。タグは欠損してしまっておりますね。この緑ボディでアルバムのジャケットでバックにプリント入りますね。クローサートゥーゴッドでコピーライトが94年ですかね。94、5年くらいだったと思います。袖裾シングルで、これもやっぱり9インチネイルズグラフィック多いものかなり多いと思います。バンド T シャツの中でもお好きな方結構多いかなと思います。サイズ感もいいですね。自分ゆったり着用できそうです。裾のところにこういう破けだったり、ピンホールだったりはございますが、これも全然、僕としては許容範囲なところかなと思います。お値段がですね39,800円と消費税です。
続きましてバンヘイレンの T シャツですね。フルスオブザルームの青タグで、サイズ表記がラージサイズですね。黒ボディで、こちら一卵性ソーセージの、もう一人っていうんですかね、女の子がいるパターンがあるんですけども、そちらちょっとアルバムのジャケット自体がちょっと発売禁止になって変更に、デザインが変更になったタイプですね。でこちらその後のものになります。で、ワールドツアーの時のものですね。しっかりバックプリントも入るバンヘイレンです。やっぱり、このバンドの年代とかで、ボディの生地感薄いもの結構多いと思うんですけれども、しっかり90年代のこの肉厚なボディでちゃんとシングルで縫われてるっていういい T シャツかなと思います。黒ボディで、大きいプリントインパクトありますね。お値段が25,800円と消費税です。続きましてタートルネックの、T シャツ、サイズ表記がミディアムです。で黒ボディ、全体的にコンディションはかなり綺麗かなと思います。冬場やっぱりあったかくて重宝するアイテムだと思うんですけれども、古着お好きな方、こういう、何気ないアイテムですらちょっと古着にこだわるっていうのも結構いいかなと思います。こだわり強い方おすすめです。黒ボディのタートルネック、サイズミディアムですけど全然僕逆にゆったりしちゃいそうですね。身長170以上ある方でも全然ピタッと着用できるかなと思います。お値段が5,800円と消費税です。続きまして、ヴィンテージのパーカーですね。こちら70年代頃ですかね。パーカーのタイプ、ラグランスリーブで、こちら、コットンとポリエステルが入ってるかなと思います。タグは欠損してしまってますが、ボディは大きめですねのパーカーです。こちらサイズ実寸で L から XL くらいあるかなと思います。僕全然ダボっと着用できそうなサイズ感ですね。お値段がこちら5,800円と消費税です。続きまして赤のリバースイーブですね。サイズ表記が XL、 80年代の個体ですね。でワンポイントフロントに C マークがつくタイプです。赤ボディで全体的にコンディションは綺麗かなと思います。多少のリブの伸びだったりはあるんですけれども、まだまだ着用いただけるコンディションですね。目立つような汚れやダメージは一切ないです。XL 僕ダボっと着用できるサイズ感です。お値段が9,800円と消費税です。続きましてネイビーですね。90年代のサイズがラージ、アメリカ製です。ネイビーボディでこちらもワンポイント C マークですね。コンディション綺麗かなと思います。両面ともいいですね。フェード感も特になくて、もう本当にまだまだ着用できます。肉厚なボディ、サイズラージで僕がゆったり着用できるいいサイズです。お値段が12,800円と消費税です。続きましてグレーですね。サイズ同じくラージのアメリカ製、グレーのワンポイント C マークが入るパターンですね。リブも全然伸びてなくてコンディション綺麗です。今日のリバースコンディションいいの、多そうな予感ですね。自分が、ゆったり着用できるいいサイズ感です。グレーボディ定番ですがいいと思います。お値段が12,800円と消費税です。続いてこちらは白ですね。サイズ表記がラージです。実は意外とないんですよね。白ボディのリバース。ワンポイント C マークがつくタイプです。で、一番ですね。汚れが目立ちやすい色ではあるんですけれども、着用に響くような汚れはこちらも一切なさそうです。サイズラージでこちらもゆったり着用できます。ラージ3連で来てますね。値段が15,800円と消費税です。で、続いて黒ですね。こちらもいつもウェブに載せると即売れるんですけれども、サイズラージのアメリカ製です。黒でワンポイント C マークが入りますね。でこちらの個体なんですけれども、日焼けっていうよりかはなんか全体的にちょっと白っぽく汗てるような雰囲気ですね。これからどんどんリブ周りとかダメージが、来るとこの雰囲気と相性良くなってくれるかなと思います。いい雰囲気です。サイズラージですね。いいサイズです。お値段の方がこちら19,800円と消費税です。続きましてプリントものをご紹介いたします。2XL のサイズですね。アメリカ製グレーボディでラバープリントが2段です。プリントがもういい感じにひび割れてきてくれてますね。でこちら、いいのがバックプリント入りですね。もう大人気なところかなと思います。R 一文字でバックプリントですね。でコンディション結構、ポツポツリブ周りとダメージきてます。着用していくと、これからもどんどんこのダメージは
広がっていくかなと思います。リブもそうですね。いいダメージ具合だと思います。でこちらサイズ 2XL で僕ダボっと着用できるようなサイズ感ですね。太めのパンツとかでダボっと合わせてあげてもいいかなと思います。お値段ダメージの分お安めです。12,800円と消費税です。続きましても黒リバースですね。こちらはメキシコ製のサイズ表記がラージです。ですがもう大人気ですね。黒ボディで、ラバーのプリントの具合もやっぱりメキシコ製っていうような感じですね。ちょっと、デザインが効いてるようなプリントです。でバックプリントはなしですね。コンディションかなり綺麗だと思います。まだボディもふかふかですね。サイズ表記ラージで、じゃあアメリカ製とサイズ感は全然変わりませんし、外見見ても、アメリカ製とメキシコ製大きなディティールの違いはないので、クルーネックであれば全然メキシコ製むしろいいかなと思います。お値段お安めです。15,800円と消費税です。続きましてエクワックスの、ジェネレーション3ですかねのフリースを1点ご紹介いたします。じゃあサイズがミディアムロングですね。ジェネレーション3ですね。フリースです。コンディションもかなりいいですし、まだまだ使えるコンディションかなと思います。お値段もやっぱりパタゴニアのフリースとかと比べると全然圧倒的にこっちの方が安いですし、ちょっと肌にピタッとするようなミディアムサイズとかで着用してあげて、真冬この上に一番暖かいアウターとかをガバッと羽織ってあげたりとかすればもう全然寒くないかなと思います。一番使えるやつです。お値段が5,800円と消費税です。続きましてヴィンテージの、スタジャンですねご紹介いたします。こちらサイズが42ですね。で、黒のウールとこちら袖がレザーの切り返しになってます。でリブ黒と白のラインですね。この何もワッペン等がつかない完全な無地のスタジャンって探すと本当に実はなくて、こういうのをお探しの方結構多いと思います。僕もスタジャン服として形が好きで、このレザーのセットインの切り返しだったり、好きなディティールです。黒のスタジャンの無地ですね。お値段が15,800円と消費税です。続きましてレイダースのジャケットですね。こちらサイズがいいですね。 XL です。80年代頃ですかね。レイダースの黒ボディで、フロントにワンポイントワッペンがつきます。でこちらいいのが襟がリブなんですけども、この襟がつくような仕様になってて、ちょっと他のタイプとはまた違いますよね。コンディションは全然綺麗です。この辺の人気なチームもののサイズ LXL って探すと本当になくて、結構大変ですと先輩から聞きましたね。僕は、サイズ XL です。レイダースの XL、 状態も綺麗で襟付きのタイプ、これいいと思います。お値段が29,800円と消費税です。続きまして M65 ですかね。フィールドジャケットのブラックです。サイズが XS レギュラーです。でジップ、こちら襟のジップ、ブラスジップとかではなくて黒の YKK のジッパーがつきます。もともとオリジナルでこの色ですね。ポレットもついてて、シェルのコンディションもかなり綺麗だと思います。ライナーはついてないんですけれども、全然これ1枚で今くらいの季節あったかいので XS レギュラー僕がジャストサイズですね。かっこいいと思います。お値段が15,800円と消費税です。続きまして UFO 店から、今出してるダービーの新品ご紹介いたします。こちらサイズがラージサイズですね。ダービーの定番のカップショルダーのタイプではなくて、こちらフードがつくタイプですね。でしっかりダービーのフラッシャーもつけます。でここに、ダービーのワッペンもオリジナルのものがつきますね。こちらの個体結構、カップショルダーのものと比べて機能性かなり高くて、ポケットもついていたり、このジッパーが下からも上げれる仕様になっていたり、形がかっこよくてカラーリングが黒っていうのももちろんいいんですけれども、この内側にあるポケットだったりディティールとしてはかなりいいと思います。でそのカップショルダータイプ、ジッパー閉めた時内側の金ペイズリー見えないと思うんですけども、フードタイプなんで、ジッパー閉めて着用してても、もう全然、金のペイズリーも見えます。これはかっこいいと思いますね。サイズラージで自分がダボっといいサイズ感で着用できると思います。コウスケさんとかの身長でも、ラージサイズ確かこれ着用してたと思うんで L サイズでほとんどの方着用できるかなと思います。値段がですね 35,800円と消費税です。続きまして
靴を紹介いたします。ニューバランスのデニムですね。で、こちら箱付きのデッドストックです。箱もしっかりついてますね。サイズ表記もこちらにあります。US の9表記ですね。で、こちら内側しっかりメンズの9ですね。これ、最初の文字 W って入ってるこのウーマンズウィメンズのものもあるんですけれども、レディースだと結構作りが同じサイズ表記でもちょっとちっちゃいんですけれども、こちらしっかりメンズの個体です。で、いいですね。デニムかなり今っぽいんじゃないですかね。デニムと、いいですね、グレーの。で、ソールだったりも全くすり減りもなくて、余裕でまだまだ着用できるコンディションです。こちらお値段の方が39,800円と消費税です。で、続きましてレイダースのキャップですね。これも人気なところかなと思います。黒のキャップですね。で、このフロントのみではなくて全体的にレイダースって入ってて、これも嬉しいポイントだと思います。で、つばの裏はこの緑ですね。で、こちらにタグついてるんですけど、ちょっと見えづらくなっちゃってますね。こちらのチームのキャップでお値段が7,800円と消費税です。続きましてヴィンテージのニュースペーパーバッグですね。こちらいい感じの、かなりいい感じの極上の雰囲気を放っているペーパーバッグです。遊歩道店自分もたまに、店頭を立たせてもらうことあるんですけれども、店頭を立ってた時にこれを目当てで、店頭に来てくださったお客様とかもいて、何点か入ったんですけど、確かこれが最後の1個だったかなと思います。これの雰囲気、裏面もいいですね。で、取っ手の部分錆び汚れだったりダメージもあるんですけれども、これが好きな方多いんじゃないですかね。僕はこのダメージ結構いいなと思います。ボタンのところ、鉄なので錆びちゃってたりはあるんですけれども、まだ使えるかなと思います。内側もこういう感じのコンディションですね。こういうのお好きな方おすすめです。お値段が19,800円と消費税です。続きましてアメリカ製の、リーバイスを今日は、ちょっと多めに紹介させていただきます。まずはじめにヒゲが出てる個体ですね。こちらリーバイスの501でパッチ残ってますね。3636表記になります。で、アメリカ製の赤タブ付き。結構全体的に色が落ちてはいるんですけれども、その中でもこの濃淡がついてて、この絶妙な色残りですね。後ろもいい色残りだと思います。もう落ちきってるわけでもないですし、かなり濃いわけでもないという、この、ニュアンスがお好きな方多いかなと思います。ウエストサイズが35インチで、レングス、33インチですね。結構レングス縮んでる個体かなと思います。ですが、身長180以上ある方だったり、このロールアップしてもいいかなと思います。レングスもしっかり当たりが出てて、オリジナルレングスだと思います。お値段の方が9,800円と消費税ですね。続いて2本目です。こちらも501ですね。リーバイスの501でパッチも残ってますね。3634表記ですね。これも大きめです。で、赤タブもしっかり残ってます。先ほどの、ものよりちょっとサラッとしたような色落ちです。ですがサイドの当たりとかもしっかり出てますし、古着としてはかなり魅力的な1本かなと思います。ダメージも少なくてノーダメージノーリペアの個体ですね。実寸がウエスト36インチのレングスが31インチです。この辺だともうサイズバランスはかなりいいかなと思います。体格いい方だったり、これいいんじゃないですかね。レギュラーのデニムですが、税抜きで1万円切ってます。9,800円と消費税です。続きましてもう501ですね。リーバイスの501で3330表記です。パッチ表記がかなりいいかなと思います。赤タブもしっかりついてるアメリカ製です。で、こちらヒゲとかはもう全然出てなくてさらっとした色落ち、結構鬼ヒゲの個体とかもちろんいいんですけれども、こういう色落ち、特に若い方とか中心にこういうのが好きっていう方最近多い気がします。で、僕もこれはこれで全然合わせようでかなりかっこいいかなと思います。ヴィンテージとかとも合わせてあげても面白いですね。レングスはオリジナルレングスです。さらっとした色味のリーバイス。実寸がウエスト32インチのレングスそのまま30インチですね。かなりいいサイズ感かなと思います。お値段が9,800円と消費税です。続いて似たような色味でもう1本ですね。501のこちら3330表記ですね。アメリカ製で赤タブしっかりついてます。
多少の濃淡の、はあるんですけれども、こちらもひげが比較的出てないさらっとした綺麗な色落ちですね。レングス、こちらしっかり当たりも出てますね。さらっとした色味です。この色落ち僕結構好きですね。で実寸なんですけども、ウエストが32インチのレングスちょっと短めですね。27インチです。ちょっとソックス見せてとかでもいいと思いますし、裾逆に切っちゃってもうほんとくるぶし、見せるくらいの丈感で履いてもおしゃれだと思います。お値段こちらも9800円と消費税です。続いて、これいいですね。517です。リーバイスの517。リーバイジップがついてて、3434表記ですのスーパーブラックですね。赤タブもしっかりついてます。レングスはちょっと長めなんですけれども、517のブラックって本当に球数少ないですし、このコンディション、まだまだ育てれるようなグッドコンディションで出てくることっていうのもそうないかなと思います。517でこれいいですね。しっかりアメリカ製です。アメリカ製の517ブラックです。結構女性なんか高いヒールで、背の高い方とかが履いていただいてもいいですし、サイズハマる方ぜひおすすめです。実寸がウエスト33インチでレングスが35インチですね。僕だとちょっと長すぎちゃうんですけれども、サイズ合う方ぜひ、トライしてみてください。お値段が15,800円と消費税です。続きましてヴィンテージの、リーのパンツですね。101ではないんですけれども、ジップがこちらのジップついてますね。で、股上がかなり、深くて、シルエットでいうとリーバイスの701みたいな形に当たるかなと思います。ベルトループは5本のタイプで、ピスネームしっかり残ってますね。レジスターマークもつけません。50年代で間違いないかなと思います。で生地感も、なんかちょっとライトな感じで薄めだと思います。でしっかり耳付きの個体ですね。耳ついてます。でレングスはオリジナルですね。でこれもさらっとした色落ちですね。鬼ひげとかではなくて、女性が履いててもかなりいい色だと思います。サイズがウエスト27インチのレングスが30インチですね。股上深めなんで普段の位置よりちょっと、上で履いていただければだいたいウエスト28インチくらいで履いている方でも27インチ入るかなと思います。お値段が19,800円と消費税です。続きましてリーバイスの 501WX ですね。こちらパッチが紙パッチついてますね。ちょっとギャラの、インチとか見えないんですけども、ベルトループがオフセットで、こちら、スレーキ裏のリベットがアルミですね。なのでこちら、ギャラのインチは入ってないギャラなしのタイプかなと思います。で結構ひげもしっかり出てて、雰囲気かなりいいかなと思います。裾の部分も色結構落ちてはいるんですけれども、ひげが入って色落ちの仕方かなりかっこいいと思います。でこの丁寧とは言えないこのリペアが逆にいいと言いますか、この太もものところとかもいいですね。いいダメージ具合だと思います。で後ろもいい見栄えですね。かなり、いい雰囲気系の1本かなと思います。WX も、お値段やっぱり結構するんですけれども、こういう雰囲気系とかで探してあげれば、サイズ合わせても比較的お安めにやっぱり WX も履けますので、これはこれでまた一つのかっこよさだと思います。実寸がウエスト30インチのレングスが31インチですね。細身の男性だったり、レディースの方、高いヒールとかに合わせてあげればいいと思います。お値段が69,800円と消費税です。安いですね。続きまして 501WX の、レザーパッチですね。501の、レザーパッチついてます。やっぱりレザーのパッチが残ってるって、ヴィンテージのデニムを好きな人からしたらかなり嬉しいポイントだと思います。でベルトループが微妙にオフセットについてますね。50年代の中頃から後半にかけての、レザーパッチの最終くらいですね。もちろん赤タブは両面で印字されてます。でこちら、ポケットの入り口、このスレーキが割れててポツポツダメージが来てますね。両方ともこのスレーキは剥がれてます。ステッチ入れ直してあげてもいいですし、フロントのポケットを使わない方であればこのままこのほつれてる雰囲気もかなりかっこいいんじゃないかなと思います。で全体的に色がしっかり落ちてて、このかすかに飛んでるペンキだったりもいい雰囲気ですね。でレングスもちろんオリジナルのチェーンステッチで耳付きの個体です。
ここまで結構履き込んでるんですけれども、股だったり太もも部分にダメージが少ないって結構嬉しいポイントだと思います。もうスレーキの部分のダメージはもう本当に結構つきものですし、 T シャツだったりシャツとか上から着てあげればこのスレーキのダメージって全然目立たないので、結構逆に嬉しいかなと思います。お値段が下がるので嬉しいポイントの一つかなと思います。後ろもダメージ全然問題なさそうですね。生地感はちょっと薄めにはなっているんですけれども、まだまだ、履いていけるコンディションです。で、実寸がこちらウエスト36インチのレングスが31インチですね。こちらも背の高い男性サイズ合う方いらっしゃるかなと思います。レザーも残るレーザーパッチですね。お値段の方が19万8000円と消費税です。続きまして、20% オフのセール、ウェブスペシャルですね。今から紹介させていただきます。まずはじめに、ヴィンテージのパーカーですね。60年代頃かなと思います。こちら、ラグランスリーブですかね。ラグランスリーブで赤ボディです。タグは欠損しているんですけれども、もう触った感じ 100% コットンで間違いないですね。赤のフェード、これ結構人気だと思います。フェード具合めちゃめちゃいいです。ここまでフェードしてるんですけれども、着用に響くようなダメージが少ないっていうのも一つの魅力かなと思います。サイズ身幅しっかりあるんですけれども、着丈僕くらいの身長の方がいいサイズになるかなと思います。こちら9800円の 20% オフですね。続きまして、ヴィンテージのスウェットをもう1着ご紹介させていただきます。ヴィンテージのスウェット結構店頭とかでも動くので、今店頭でも、在庫そこまでない状況です。20% オフってだいぶでかいと思います。タグは欠損してて、白ボディで、ラバープリントですね。かすれてる雰囲気だったりもかなりいいんじゃないですかね。いいと思います。はい。で、身幅めちゃめちゃある個体ですね。だいぶでかいと思います。後ろも結構いいですね。シミ汚れだったり、ポツポツ、飛んでたり、この肩の部分ですね。ここ、白のステッチでちょっと簡易的に縫い直していただいた方がいいのかなとは思います。それ以外は目立つようなダメージや汚れはそこまでないですね。サイズ実寸で身幅しっかりあって、こちらでも、着丈、先ほどものと同様でそんな長くないので、僕くらいの背の方だったり、女性の方はかなり肩を落として着用してもいいのかなと思います。同じく9800円の 20% オフです。続きまして、ノースペースの、ゴアテックスですね。サイズ表記がラージ、ゴアテックスの表記しっかりあります。黒と赤の切り返し。じゃあ、おそらく年代そこまで古い個体ではないと思うんですけれども、カラーリングもかなりいいですし、ゴアテックスでコンディションも良くてっていうところですね。冬場ゴアテックス、結構寒かったりすると思うんですけど、こちら中綿も入ってます。しっかりあったかくて雨もしのげるかなと思います。お値段12,800円の 20% オフですね。続きましてフットボール T シャツです。こちらですね。チャンピオンの古いタグがつきます。サイズ表記がミディアムです。色味がマスタードの、ラバープリントで2段、ナンバリングが67番ですね。こちらも結構雰囲気系になってます。マスタードこういう雰囲気相性いいんですよね。ダメージだったりステッチのほつれ具合、このよれ感とかもいいと思います。バックもですね、雰囲気結構放ってますね。サイズミディアムですが、自分全然ゆったり着用できると思います。お値段の方が、12,800円の 20% オフです。続きまして、パタゴニアの、R4 ですね。色味オリーブです。こちらタグがつきますね。ちょっとサイズのタグは欠損しているんですけれども、袖にこのレギュレーターの R のマークが入りますね。フリースも状態かなりいいですし、黒とかもちろん人気なんですけど、このオリーブ落ち着いた色味かなりいいんじゃないですかね。R4、パタゴニアの中のかなりあったかい部類のフリースになります。冬場、真冬でも全然越せそうですね。R4 です。お値段の方が15,800円の 20% オフです。本日の商品紹介は以上になります。今週ですね、本店の方で入荷日、本店とフェイクアルファで入荷日の方を行いますので、皆さんのご来店お待ちしております。よろしくお願いいたします。